正弘店長です。今回依頼いただいた包丁はこちら。こちらの鉄砂包丁を修理します。サビが出てるので、このサビ取りともともと鏡面だったのを鏡面加工してつる首になった先、こちらの方を少し直していきたいと思います。細かい欠けがあるので、そちらの方も修正していきたいと思います。それでは作業入りましょう。まずは状態を確認。やはり問題なのはこのつる首、完全に直したら短くなるので軽く直してくれとのご依頼。そして全体的に黒サビがところどころ出ています。裏の方なんですが、裏の方にも黒サビが出てます。それではこちらの方作業入りましょう。作業する前にマスキング作業。平の部分のサビを落として磨くので、刃に当たって欠けないようにマスキングテープで刃を保護します。持ち柄も汚れたりしないようにラップでくるんでマスキングテープでくるっと巻いて留めていきます。これでマスキング作業終了。それでは研磨作業に入ります。まずはグラインダーに白棒をしっかりつけて磨いていきます。黒サビの部分結構深くくばんでいるので、ある程度磨き削らないと綺麗になりません。なのでまずは白棒でしっかり磨いて平を直していきます。この作業で平をちゃんと磨かないと仕上がりがかなり変わってきます。続いて粒子が細かい青棒で磨き上げる。先ほどの白棒よりも粒子が細かいので、よりピカピカの鏡面仕上げになりますよ。根元から刃先まで丁寧に磨き上げる。こんな感じで仕上がりました。これでとりあえずの磨き作業は終了。ここから研ぎの作業。まずは円盤の砥石が回る研磨機で刃先のつる首を直していきます。手研ぎだと時間がかかるので、今回は研磨機で削って直していきます。完全に直したら短くなるので軽めに直してというご依頼だったので、今回は軽めに直します。こんな感じで刃先のつる首直りました。次の工程は中砥石で研いでいきます。先ほど研磨機で直した刃先を中心に研ぎます。そもそもなぜ刃先がつる首になるかというと、刃先より少し手前のところだけを研いで刃先がちゃんと研げていないのが原因になります。なんで刃先にちゃんと砥石が当たるように心がけて研ぐようにしてください。この時注意点としては、まっすぐでなく刃先の R をイメージしながら研ぐと良いですよ。好みにもよりますが、刃先に R がないと使いにくかったり見た目もあまり良くないので R があった方がいいですよ。刃先がきれいに研げたら、次に全体的に平刃を研いで平らに整地していきます。和包丁研いでいて思うんですが、持ち主の研ぎの癖があるものが多く、全体に砥石が当たらないことが多いんです。特に根元の顎のあたりが当たらない包丁が多い。なのでここで平刃を平らにしていきます。平刃が平面になったら、今度は全体的に研ぎ上げて終わり。一刃はあまりつけないでというご依頼なので、今回はこんな感じで中砥石の研ぎはおしまい。中砥石で研ぎ上げました。全体的にちゃんと砥石が当たってます。次に5000番相当の仕上げ砥石で研ぎ上げます。中砥石で研いだ後は研ぎ面が粗いので、仕上げ砥石で平刃を全体的に研いでいきます。やっぱり5000番から6000番ぐらいの仕上げ砥石で研ぎ上げた方が仕上がりも綺麗で、何より切れ味が良くなり刃持ちも良くなります。なので食器専門店山出では仕上げ砥石で最後まできっちり研ぎ上げていきます。仕上げ砥石で平面を研ぎ上げました。その後に砥石の面直しをしてからの裏面を研いでいきます。裏面を研ぐのを裏押しって言うんですよね。なんでギコギコ前後ろに研ぐんでなく、裏面を砥石にべったりつけて押す感じで研いでいってください。この裏面を研ぐ前に必ず面直しをするのをおすすめします。砥石が平面じゃないと刃の形状が崩れたりするので、平面の砥石で研ぐのが基本です。基本和包丁って表の平刃をメインに研いでいくので、表の平刃の研ぎの方が重要かなと思うんですが、実は研ぐ量が少ない裏の方が大事だったりするんですよね。裏面ばっかり研いでると裏すきと呼ばれるくぼみがなくなって切れない包丁になるんです。和包丁の研ぎは何気に裏研ぎが難しい。裏研ぎは最小限にしてくださいね。裏研ぎの裏押しが終わったら、ここで再び砥石の面直し、最後の重要な作業に入ります。表の平刃と裏を軽く撫でるように研いだら完成。今回の依頼は糸刃をつけないでということなので、糸刃はつけません。これで研ぎの作業は終了。次は
磨き作業になります。研いだ時にどうしてもついてしまう研ぎ傷と少し赤く錆びたところを磨いていきます。この研磨作業で使うのは最初に使ったグラインダーよりもパワーの少ないミニルーター。このミニルーターにハブをつけて、そこに研磨剤青棒をつけて磨き上げていきます。少し赤く錆びたところをきれいに磨いていきます。裏表ともにピカピカにしますよ。ここで黒錆びなんかもしあったらこの作業で取ってきれいにします。最初に使用したディスクグラインダーだとパワーがありすぎて、このピカピカ光沢がなかなか出ないんです。最後の磨き作業としてパワーのないこのミニルーターで磨き上げるんです。そしたらよりピカピカになります。磨いたら中性洗剤できれいに研磨剤青棒を洗って水気をしっかり拭いたら、こんなにピカピカになりました。最後の作業になります。包丁用コンパウンド表面職人で手磨きで仕上げます。機械磨きだとやっぱり粗い部分があるので、最後は手磨きが一番。布などに表面職人をたっぷりつけて磨きます。包丁専用コンパウンドなので匂いもなく安心して使えるコンパウンドです。普段の包丁の手入れにおすすめアイテム。コンパウンドをきれいに中性洗剤で洗い流してきれいに水気を拭き取ったら完成。まずは修理前の状態を見ていきましょう。今回のメイン修理はこの刃先の曲がり、つる首になります。ここまでつる首だと手研ぎで直すのが大変なので修理依頼をいただきました。長い間使っている包丁なので全体的に粗い傷がついてくすんだ感じになっています。ところどころ黒錆びがついて刃の欠けもあります。そんな本焼きの鉄砂包丁がまあなんてことでしょう。あんなにひどかったつる首が治って元の柳刃包丁の形状に全体的に磨き上げることにより、くすんでいた包丁がこんなにピカピカの表面仕上げになりました。もちろん刃も研ぎ上げたので切れ味もこんな感じでスッパスパー。切れ味も復活。やはり本焼き包丁はいい包丁ですね。よく切れます。食器専門店山根では包丁の修理研ぎやってます。広島で包丁買ったり包丁の研ぎに出すなら食器専門店山根まで。正平店長でした。また次回動画お楽しみに。